痩せてる方でも無呼吸になります。8年後の生存率はなんと 63%。 自分でやってもちゃんと正確に測れるものなんです。無呼吸なのか無呼吸一歩手前なのかって判断するのは基本的には医師。今御社がやりたいのって紹介先のお医者さんを増やしたいのか、睡眠時無呼吸症候群かもしれないっていう思った瞬間の人がアプリじゃなくて御社に頼むようにしたいのか、どっちなのかなっていうのが何度も繰り返しになるかもわかんないですけど、御社の課題っていうのは何なんですか？それをもうちょっと広めたいっていうことなんですか？アプリでできるんだったらアプリでいいじゃんって思っちゃいそうだな。まず一番最初に無呼吸かもしれないって思う確率ってすごい少ないと思うんですよ。私もオファーをさせていただきたいんですけど、多分難しいかなと思います。それに勝つ方法は考えておかないと厳しそうだなっていうのはちょっと思ってます。原因はでもばらまかないでしょ。ちょっと現実的ではなくて、何をご提案できるかなと考えてるんですけど、どこが収益かあんまりよくわかんないんで金額の提示が難しい。近年ますます睡眠、特に睡眠の質が注目されるようになってきました。本日は睡眠時無呼吸症候群の概要、またその恐ろしさからより検査治療を広げる方策についてぜひご討議をお願いできればと考えています。皆さんはよく眠れているでしょうか？ぐっすり寝た気がしない、朝になっても疲れが取れない、昼間に眠気が襲われるなど、睡眠の悩みというのは人それぞれで、グリナに代表される睡眠のサプリやヤクルト1000のような機能性表示食品だけではなく、ベッド、マットレス、枕、アイマスクに至るまで睡眠関連グッズが飛ぶように売れています。一方で睡眠時無呼吸症候群と呼ばれる睡眠障害には近年認知が高まってきております。伊集院光さん、ナイツ花輪さん、歌手の福山雅治さんに至るまで有名人の方、芸能人の方々が次々と CPAP という睡眠時無呼吸症候群の治療の機械を愛用していることを告白しています。睡眠時無呼吸症候群は日本国内において中等症の患者さんで900万人以上、軽症の方も含めると2200万人を超えると論文発表されているほど患者さんが多くいます。実はそのうち治療を受けている方はたったの63万人程度で、圧倒的多数の方々は何ら対策を取っていないということも明らかになっています。特に30代以上の男性であれば5、6人に1人の方は中等症以上と計算されています。弊社はゾーン株式会社と申しまして、睡眠時無呼吸症候群の検査・治療を支援している会社でございます。無呼吸によって体に起きていることはサプリやドリンクでは必ずしも解決する問題ではなく、図にある通り夜間呼吸が止まると本来休むべき心臓は休まず、夜中 100m ダッシュをしているかのように心臓に負担がかかります。この状態が毎晩続いて、その負担が蓄積されていきます。そしてさまざまな合併症を引き起こし、生活習慣病の進行を招いたり骨伝子を招いたりします。睡眠時無呼吸症候群はそれほど危険な病気なのです。こちらにある通り、アメリカの研究では8年後の生存率はなんと 63% と発表されています。しかし家庭・職場だけでなく深刻な交通事故のリスクも非常に高く、交通事故の割合は一般の方と比べると7倍以上と言われています。睡眠時無呼吸症候群は睡眠時に無呼吸となるため本人が気づかないということが大きな問題の一つです。それによって検査・治療が広まらないということです。ですが、いびきを指摘されたり、夜中によくトイレに起きたり、起床時に疲れを感じたり、日中ひどい眠気に襲われるなど、こういった症状のある方は睡眠時無呼吸症候群を疑うべきです。決して軽く考えないでいただきたいです。また近年ではオンラインで自宅で検査を受ける方法というのもございます。太っている方は気道が狭くなるので危険なんですけれども、日本人は顎が小さく引っ込んでいることが多いので、欧米の方と比べても気道が締まりやすく無呼吸になりやすいとされています。つまり痩せている方でも無呼吸になります。人生100年時代、定年延長もあり、健康寿命を長く保つことは個人にとっても社会にとっても重要なことでございます。日本のサステナビリティのためにも、この睡眠時無呼吸を検査をし治療を広げていくこと、これが非常に重要なことだと考えています。ぜひ忌憚のないご意見ご頂戴できればと思います。睡眠の質を上げるということはですね、良質な寝具を揃えるということではなくて、潜在患者さんが非常に多いとされている睡眠時無呼吸、こういった疾患に対しての検査をして、睡眠の質がどうなっているか知ることが大事かと考えています。
ただそれを受ける方が非常に少ないというところが問題なので、その認知度を上げること、弊社が提供している検査治療に進めていくことが非常に重要かと考えていますので、そのための方策をですね、ぜひ一緒に考えていければと思います。よろしくお願いします。私から質問2点したいんですけど、リスクのところで交通事故、どういう因果関係があるのかっていうのをお伺いしたかったのと、もう一つが、今多分検査キットじゃなくてもアプリケーションで自分の睡眠の質を測れるものって結構あると思うんですよ。それとの差別化ポイントというか、御社の強みみたいなものをお伺いできればなと思いました。まず最初に質問いただいたその交通事故のリスクっていうところをまずお答えをすると、睡眠時無呼吸の方は夜寝てるようで寝ていないっていう状態なので、日中眠気が来てしまって車を運転している時にふっと意識がなくなってしまうということが問題です。怖いですね。はい。めちゃくちゃ怖いですね、それ。はい。2つ目のご質問が差別化というところですよね。弊社はですね、睡眠時無呼吸症候群の検査と治療を医療機関を通して皆様に提供しておりますので、アプリとかで確かに睡眠の質を客観的に分かるそのものっていうのは出てきてはいるんですけれども、病院とかで受ける検査や治療にはそういったアプリだとか一般的にヘルスケアと呼ばれるものの睡眠の質のチェックっていうのは該当しないっていうのがあります。ですので保険でできる検査で治療というところが弊社が提供しているものになります。御社が提供されているサービスって具体的に何なのかをちょっと教えていただけますか？弊社はですね、医療機関様からオーダーをいただきましたら、患者様のもとにですね、その睡眠の検査のキットをお届けをして、一晩検査をしていただきます。検査の機械が返ってきますと、そこから解析をして医療機関に患者さんの結果をお送りするという形です。その検査の結果、治療が必要だというふうに判断を先生方がされた場合には、我々の方で治療の機械、先ほどもご紹介した CPAP というですね、そういった機械も医療機関を通して患者さんに提供してますので、睡眠時無呼吸の検査から治療まで、最初から最後までを医療機関を通して提供しているというのが弊社のサービス。私のイメージでは医療機関にこの無呼吸の患者さんが行って、でそこから器具とかを貸し出されて、で自宅で検査してみて、でそれを医療機関に返して、でそこで何か治療が必要であればやるみたいな流れなのかなと思ったんですけど、それをあえて御社に外出しされてるのって何か理由があったりするんですか？医療機関もですね、機械を自分たちで揃えるっていうことに対しては初期投資コストがかかるんですね。その機械を管理して患者さんに貸し出していくっていうそのフローもですね、オペレーション的に結構手間だったりするので、そういう患者さんがいた時に我々みたいな業者に医療機関さんから外注をしてもらって、我々はそれを専門にやってるので、効率よくスピーディーにその検査を回して患者さんに提供できるっていうところで、医療機関からアウトソースしてもらってるような形ですね。医療機関さんから郵送されるっていうことですか？検査機械が。医療機関さんからは我々にオーダーが来るんですけど、我々から機械を郵送してます。患者さんに自宅に、直接ですね。検査する方の機械ってどんな機械なんですか？医療機関さんで保険診療でやる場合の検査っていうのは2つ種類があります。簡易検査と精密検査というものです。簡易検査の方は鼻にセンサーをつけて、カニューラという鼻に入れる管とですね、あと胸と指ですね、センサーをつけて寝ていただく検査になります。自分でやってもちゃんと正確に測れるものなんですか？そうですね。我々この、ビジネスとしては8年ほどやっておりまして、今お伝えしたのが簡易検査なんですが、精密検査になるともう少しセンサーが増えます。脳波を測る頭のベルトですとか、もう一個お腹のベルトが増えたりするんですけども、精密検査の方であっても、患者さんにお届けをして患者さんにやっていただくものになるので、データがちょっとうまく取れなくてもう一回やらないといけないっていうケースは 3% から 5% 程度。今抱えている御社の課題っていうのはどういうところにあるんですか？我々以外にも他に同じようなサービスをしている競合さんがいるんですけれども、我々の一つ特徴は精密検査が患者さんの自宅でできるっていう点です。病院で入院をして精密検査をするっていうのが主流だったんですね。でもそうすると病院にはベッドの数に限りがありますので、まず検査までに何ヶ月も待たないといけなかったり、ベッド代、入院費、いろんな患者さんのコスト負担っていうのが結構上がってしまうっていうところがあります。
それを解決するために在宅でできる検査っていうのを取り揃えたので、そこをサービスとして提供しているという形になります。患者の方は何を思ってお医者さんに行くんですか？最近眠れてないからちょっと一回行ってみようみたいな感じなんですか？今医療機関さんもホームページだとかインスタグラムだとかこういう治療できますよっていうので PR されてる医療機関さんもあるんですけども、それを見てですね、ちょっと行ってみようっていうふうに患者さん思われるケースがあると思います。ただ心臓にとても負担がかかる病気になるので、いわゆる循環器と呼ばれる心臓に関わる病気をお持ちの方、またそれに伴う症状を持っている方が医療機関さんに来られた時にですね、先生の方からはこの原因はもしかしたら無呼吸かもしれないということで、無呼吸の検査を先生がしてみましょうということでオーダーをいただくこともあります。今御社がやりたいのって紹介先のお医者さんを増やしたいのか、睡眠時無呼吸症候群かもしれないっていう思った瞬間の人がアプリじゃなくて御社に頼むようにしたいのか、どっちなのかなっていうのが気になってました。我々この8年ですね、医療機関さんの方と契約を結んで、そういうネットワークを作るっていうことをやってきました。で、今おっしゃられたように、医療機関さんの方から患者さんがいたので検査をお願いしますって来るケースが多かったんですけども、睡眠に関してのニーズっていうのが結構高まってきておりますので、企業ですとか一般の方の方から検査のニーズっていうのも拾っていけたらいいなというふうに考えます。御社がその機械を貸し出します。検査します。で検査した結果をどう解析その場合はされようとされています。例えば呼吸のその情報っていうのをデータとして吸い上げます。ただしそれを無呼吸なのか無呼吸一歩手前なのかって判断するのは基本的には医師であるというふうに想像するんですね。弊社の方でも契約をしていただいている医療機関の先生方がいるので、企業さんとかから一般から受けたとしても顧問でついてらっしゃる先生とかに実際確認をしていただいて医師の診断をつけるっていうところをしているのと、実際の解析っていうところでいくと、弊社の方に検査技師と呼ばれる医療従事者の方々がいるので、その方々が常に解析をしているという形になります。何度も繰り返しになるかもわかんないですけど、御社の課題っていうのは何なんですか？それをもうちょっと広めたいっていうことなんですか？認知度としてこの無呼吸っていうところは上がってきてるんですけど、その次の一歩として何をしたらいいかっていうのが分からない方が多いっていうのが課題かなというふうに感じています。そうですね、無呼吸は認知度高まってきてるんで、検査行くためのハードルが多分高いと思うので、御社が個人からオーダー受けてやります。そのデータっていうのは機械の中に集約されるんですか？オンライン上に飛ぶんですか？サーバーに。現時点ではですね、我々が扱っている機械でいくと、その機械からデータを抜き出さないといけないので、直接死に直結しないものっていうのは優先順位がどうしても低くなるので、それをやってそれを送り返せばコロナの抗原検査のレベルで気軽に検査できるような一時のスクリーニングの B2C の商品開発されたらオーダー受けれるんじゃないですか。願わくば機械自体がオンラインで翌朝にデータが飛び結果が数分で戻ってくる。僕やったらやってみると思いますよ。その検査を自費でするとすると顧客の単価帯っていうのはどれぐらいになるんですか？今私の方でご紹介をしたその簡易検査の前の部分でより簡便なものがあったらっていうお話されてましたけれども、実は指輪型とか腕時計型の睡眠評価装置っていうのが最近出てきております。で、弊社でも取り扱いを検討しているところなんですけども、そういったものを使っていくと、患者さんの実際やっていただく単価っていうところでいくとですね、おそらく5000円とか6000円とかの検査でスクリーニングはできるところにはなるかなと。なんか微妙ですよね。そのアプリで測るのか、精密検査とかやるのか、今の指輪とかはちょっと間のところだと思うんですけど、アプリでできるんだったらアプリでいいじゃんって思っちゃいそうだなって思って。今後そのあたりの研究も進んでいくかと思います。だんだんと医療の分野からもう少し皆さんが使っていただくような機械だとか、そういったところに落とし込まれてはくると思うんですけど、まだちょっとそこまではいってない。いまいちちょっと今回の御社のその課題っていうのがまだ僕は聞き取れない。何に問題点があるんですか？何に困ってはるんですか？今の事業。ブランディングとしての認知度を広めたいっていうところはそんなには考えていなくて、医療の分野なのでなかなかその大っぴらに広告だとかっていうのも規制があったりするのでできないっていうところはあるんですけども、そこに関心を持った方々がそういった検査サービスを受けたいっていうところがまだまだ低いかなと。実際お伝えした通り900万人以上潜在患者さんが
中等症と呼ばれる状態以上の方なので、具体的に言うと無呼吸が1時間あたり15回以上起こっている方っていうのが日本に1000万近くいるとされています。こういった方々がいるんですけれども、実際治療されている方は10分の1もいってない、60数万人だというところなので、そこに対しての啓発は確かに必要なんですけども、啓発をした上で、じゃあ何ができるのか、何をしないといけないのかっていうところで、我々のサービスがもっと広がっていきたいなと。今ってもし自分が無呼吸症候群かもしれないって思ったら、対処法としては何があるんですか？病院に行くだったりアプリを使うかもしれないんですけど、何個ぐらい選択肢があるのかなっていうのと、それぞれどれぐらい費用かかるのかなっていうのが気になりました。おそらく今はですね、自費とかでできるいびきの手術だとかね、そういったものが出てきます。結局無呼吸っていうのは空気の通り道が何か狭くなったり邪魔してしまうことで酸素が体の中に入ってこなくなるものになりますので、鼻炎とか鼻が詰まってる方、あとは女性とかお子さんに多いですけども、扁桃腺が腫れてる方、こういった方も無呼吸になりやすいとされています。ですので日本人は痩せてる方でも無呼吸になることが多い。じゃあちょっと自分からオファーさせていただきたいんですけど、無呼吸症候群かもしれないと思った人がやる手段として、調べて最初にやっぱ軽い無料でできるアプリとかがあればいいかなと思って、自分がノーコードツールっていう安くて早くアプリ開発できるよっていうのを売りにしてる会社なので、100万ぐらいでもう精度はだいぶ低くなっちゃうかなとは思うんですけど、簡単に呼吸症候群かもしれないっていう検査ができるアプリを作って、フロントの商品としてとりあえず無料でばらまいて、精度低いけどそこで無呼吸症候群かもっていうのが出たら御社のサービスにつなげるみたいな動線ができたらいいかなというのをオファーさせていただきます。そういう御社独自のサービスを受けたい個人を増やしたいわけなんですか？取り入れてくれる病院を増やしたいわけなんですか？欲張りなんですけど、両方。メインをターゲットにしてる企業さんっていうのはほとんど上場企業。病院紹介しましょうか。欲されてるのかどうなのかがちょっとわからない。